この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は絵が上手くなる人の3つの特徴ということで、よくある質問の中にですね、斉藤さん、描いても描いても上手くならないんだけど、これどうすればいいですか？やっぱり俺って才能ないんですか？っていう質問ものすごく多いんですね。そしてね、これもすごーくわかります。何を隠そう僕自身、絵を描き始めるのはすごく早くて、小学生の頃から絵を描くのは好きだったんですが、でもたくさん描いてはいたんですけど、別段絵は特に上手かったわけじゃなかったんですよ。その証拠に学生時代、絵で何かの賞を取った経験って一度もなかったんですね。描けども絵は一向に上達しない。そんな時期が僕はすごく長かったように思います。そのぐらい長きにわたって絵が一向に上達しなかった僕が、ある時を境に一気に絵が上手くなっていって、そして19歳の時に初めてイラストで仕事を得ることができたり、その後も30歳でモンスター絵師からキャラクター絵師に3ヶ月で転身を果たしたりと、一気に成長、変化を遂げることができた成長の時期があったんですよ。今回はですね、そんな僕の身に起きた変化、一気に成長できた時期に僕に何が起こったのか、何を変えたから絵が一気に上手くなったのか、これを紐解いていけば、今絵が上手くならないと悩んでいる方に対するヒントにしていただけると思うんですね。なので今回は僕が経験的に、そういえばこれを意識した時に絵が上手くなったなという考え方を、上手くなる人の特徴として3つ紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、自分が成長しない時期、あるいは成長が遅い時期はなぜ発生してしまうのか理解でき、逆にどうすれば自分の成長を意図的に早めることができるのか、その方法を知っていただけると思います。これね、このコツが分かっちゃったら、成長速度を自分でコントロールできちゃうわけなので、めちゃめちゃ絵を描くのが楽しくなっちゃうかもしれませんよ。ぜひ最後までお付き合いください。それではもう早速結論いっちゃいますね。今回紹介する絵が上手くなる人の特徴、それは絵を作業ではなくゲームと考えられる人、自分ができないことにくよくよではなくワクワクできる人、一瞬で燃え尽きずにマイペースで続けられる人です。順番にお伝えしていきますね。絵を作業ではなくゲームだと考えられる人、上手くなる人の特徴、まず一つ目は、絵を単なる作業として見るのではなく、楽しいゲーム性を開拓していける人だと思うんですよ。は？絵がゲーム？何言ってんの？って不思議に思う人もいるかもしれません。ですが、聞いてください。僕が小学生、中学生とたくさん絵を描いても上手くなれなかった理由。それがまさにこのせい。絵にゲーム性を見出すことができなかったことが理由だと思うんです。この頃、僕は絵を描くことは好きでした。なぜ好きだったかっていうと、絵を描くとね、周りの人に、直樹すげえって褒めてもらえたからです。褒めてもらえると嬉しくなる。嬉しくなるからもっと描く。そのね、循環は良かったんですが、目的がですね、もう途中からもっといっぱい褒められたいに偏っていっちゃったんですね。もっと褒められたい。だから、もっと効率的に絵を描こう。そんな風に考えた結果、いつの間にかね、手癖で描き慣れたものとか、決まったものしか描けなくなってしまったんです。そうなんです。毎回同じような絵を描いて、同じことの繰り返しになってしまっていたわけなんですね。だって、今自分にできることだけを繰り返していた方が、効率よく絵が描けて、そして褒められるからです。それにね、できないことにチャレンジするってちょっとめんどくさいですし、少し怖いじゃないですか。その逆にね、もうすでにできることをやるのは気分がいいです。だって、もうできるって分かってるから、失敗しないって分かっていることをこなすのは楽ですし、そして安心です。だから僕はある時から新しいことにはチャレンジせず、ずーっと同じような絵ばかりを描いていたんですね。そしたらですね、これ皆さんならもうお分かりかと思うんですが、そうなんです。そんなことばかり繰り返していても一向に絵が上手くならないんですよ。そんな負のループを断ち切れたのがですね、その当時一緒に遊んでいた N 君の存在です。N 君はですね、その当時まだ珍しかったんですが、自分専用のパソコンを持っていたんです。僕はまだパソコン持っていませんでしたから、興味津々で N 君の家に遊びに行ったんです。パソコンにすでに最初から入っているようなペイントっていうソフトがあるんですが、そのソフトでお絵描きをさせてもらってもめちゃくちゃ感動したんですよ。何これ、色が一瞬で塗れる。そして
消せる。しかも、書いたやつをプリントアウトできる。今となってはね、そんなことで感動できたのが懐かしいですが、当時はそれがめちゃくちゃ新鮮な体験だったんですね。そしてそこからです。もっとこれについて詳しくなりたい。自分もパソコンを買ってすごい CG を作ってみたい。そんな風にコンピューターグラフィック、CG に興味が出て、関連書を探して知識を取り入れることが増えていったんです。そうするとね、当然いろいろな技術の紹介が本にはたくさん載っていますから、次はこの表現試してみたい。これもすごい。これもってね、そういう新しい表現が次々と目に飛び込んでくるんですよ。そして実際にその表現を自分の絵で試してみることも増えていきました。そしたらですね、自然と絵がどんどん上手くなっていったんですね。これ僕の中で何が起こったかっていうと、まさにこれが絵にゲーム性を発見できたということだと思います。新しいチャレンジをすることって、それまでとは全く違う武器で、全く違う敵と戦うようなものです。当然ね、まだ戦ったことがない敵に挑むわけですから、すごくね、怖いんですけど、その反面、これで戦ったらどうなっちゃうんだろう。すごくワクワクしてましたし、その戦いで得られる経験値も半端なく多かったわけです。RPG でも最初の島でずーっとスライム倒しているより、ちょっと怖いけど、次の島に行って、新たな武器を揃え、もっと強い敵と戦った方が、多くの経験値が手に入り、そして早くレベルって上がるじゃないですか。あれと全く同じです。今は全く新しい技術へのチャレンジみたいな例を挙げましたが、そこまで大きな変化じゃなくてもよくて、小さな変化でも十分有効です。例えば僕は今現在もそういった絵にゲーム性を持たせることは、連作の絵を描いていく中ですごく意識していて、例えばこの連作ではエフェクトの入れ方を作品ごとに変えながら完成させていきました。全くね、同じように描いていくよりも、どうなるのかわからないワクワク感で最後まで楽しくゲームをするようにドキドキしながら描き切ることができました。このように絵はゲームだと捉えてたくさん楽しんだ人が絵が上手くなることが多いなって僕は思います。自分ができないことにくよくよではなくワクワクできる人。次に紹介する絵が上手くなる人の特徴2つ目は、自分ができないことにくよくよするのではなくワクワクできる人だと思います。ちょっとわかりづらいですよね。詳しく説明しますね。絵が上手くなるにはどうしてもですね、自分の作品に足りないところを探して、その足りていない部分を補完していく。そういうことが必要な段階があります。その足りていないところを見つけて、その能力を伸ばす。その幅が大きければ大きいほど、その分だけ上達することになるからです。ただですね、それはつまり裏を返せば、自分のできていなさを認識する作業でもありますよね。そして自分のできていなさに向かい合うのは、これは誰だって辛いです。だからもう上達につなげる前にですね、自分のできていなさを認識した段階で、自分はこんなにできていない人間なんだ。ダメ人間なんだ。と凹んでしまって、そこから前に進めなくなっちゃうことも結構あると思うんですね。僕もね、そういう経験があります。僕がキャラクターの絵を仕事にしたいと思い立った9年前、そこで初めてキャラクターの絵を上達させようと思い立ち、資料を買い集めたことがありました。今第一線で活躍しているキャラクターの絵を描いている人たちは、一体どんな絵柄で、どんな活動をしているのか、そしてどのぐらいのペースで絵を描いているんだろう。雑誌やインタビュー記事などを読み漁って、自分の絵と売れている絵を並べて、自分の絵のどこが足りていないのか分析を始めたんですが、結果そもそも練習をする前からこれはね、もうすごく打ちのめされたんですよ。その原因がこの表ですね。この表は何なのかっていうとですね、その当時書いた自分に足りていない要素と、これから勉強しなければいけないと思われる要素を書き出した表なんですが、これを見て僕は絶望しました。いや、足りてないところって全部じゃん。全部足りてないじゃん、俺。もう、今更無理だよ、こんなの。そう思ったらね、もう元気がなくなっちゃって、2、3日何も手につかなくなっちゃったんです。でもね、そんな時でした。完全に立ち止まりそうになっちゃった時、自分のね、娘の姿にハッとさせられたんです。娘はね、その当時1歳ぐらいだったんですが、やっと立ち上がれるようになっていて、かろうじて歩けるぐらいのよちよち歩きです。そんなある日、マンションの階段一人で登るって言い出したんですね。こっちはね、もうすごく心配でしたし、
し、そんなにはっきりと言葉にはしたわけではないんですが、でもね、階段を見てもすごく登りたそうにしていて、でね、もう頑張って1段、2段って登っていったんです。当然なんですけど、階段は愚か段差がなくてもやっと歩けるぐらいの年なんで、2段ぐらい登ってもうそれ以上は登れなくなっちゃったんですね。でね、泣き出すかなと思って見てたんですが、その時登ってない残りの階段指さしてですね、ニコニコって笑ってるんですよね。また次登りたいって。その姿を見て、うわー、この子は僕より全然強いな、すごいなって思ったんです。いやだって僕はこの表、つまり今は登れていない階段を見て、こんなの登れるわけないよってね、マイナスに感じていたんですが、この子は今まだ登れていない階段を見て、ニコニコしながら、ここ登るってね、言ったんです。親バカ全体で言っちゃうんですが、すごくないですか？だってね、これってつまり、自分がまだできていないことをマイナスに捉えるんじゃなくて、自分が今から成長できる余地として、プラスに捉えて、自分の可能性にワクワクしたっていうことですよね。僕はね、もうこの時彼女に教えられました。パパ、自分が今できていないことって全然マイナスのことじゃなくて、これから自分ができるようになるかもしれないプラスの可能性なんだよ。そこまではっきりと言葉にできるような年齢じゃないですけどね。僕は彼女の姿を通して、すごく大事なことを教えられたんです。そう考えたらね、この表、それまでとは全然違ったように見えてきたんです。うおー、僕はこんなにできていないことがある。それはつまり、僕がこれだけ強くなれるってことじゃん。すげえ。そんな風に思えるようになり、よーしってね、急にやる気が湧いてきて、めちゃめちゃ前向きに絵が描けるようになりました。そしてその結果、めちゃめちゃ絵を上達させることができるようになったわけです。一瞬で燃え尽きずに、マイペースに続けられる人。10代、20代の頃って、今こそ成長できる時期。でも今を逃してしまったら、年齢を重ねてしまったら、どんどん成長速度は衰えてしまって、ピタッと上達も止まってしまうって思いがちだと思うんですが、それね、完全に間違ってます。いや、僕ですね、もう年齢40歳近いので、いいおっさんじゃないですか。でも最近結構頻繁に言われることがあるんですよ。斉藤直樹、最近、上手くなってね。はい。そうなんです。僕、いいおっさんなんですが、実は全然前よりも絵が上手くなっちゃってるんですよ。でね、そのきっかけ、何が原因なのかというと、もうこれ、包み隠さず言うと、この YouTube チャンネルを継続できたからだと思うんです。YouTube で書き方を皆さんに言語化してお伝えしたり、動画の企画の中で1時間で書きますとか、クロッキーしますとか、絵の仕事の工程全部公開しますとか、そういういろいろなチャレンジをしてきた中で、知らず知らずのうちに能力が引き出されていた部分、すごく多くあるんですね。勘のいい人は何を言うか分かっちゃったと思うんですが、絵が上手くなる人の特徴3つ目。これがね、多分一番大事で、一番効果の高い方法。それは何かというと、一瞬で燃え尽きずにマイペースで続けられる人だと思うんですね。そして実は僕自身、これが一番苦手な部分でした。僕だけじゃなくて、継続が苦手な人って結構多いと思うんですね。ニュースとか本とかドキュメンタリーとかでね、活躍している人の話を聞いて、俺もこれになりたい。こんな風に自分も絶対活躍できるようになってやるぞ。そんな風に炎が燃え上がるように一気にやる気が出て、それから3日間ぐらいめちゃめちゃ必死でチャレンジするんだけど、3日間経ったところでやる気が燃え尽きちゃったり、あるいはね、もう他にやらなきゃいけないことが出ちゃって、そのチャレンジはそこでおしまい。後に続かなくなってしまう人。例に漏れず、僕もこのタイプでした。今でこそ YouTube チャンネルは3年間続けてこれているので、皆さんにとってはね、そんなイメージは僕にはないかもしれませんが、この活動を続ける前までは、やる気になっては、すぐにそのやる気の炎が燃え尽きてしまって、いつの間にか目標を投げ出してしまっている。そういうことがね、もうほとんどだったんですね。ではなぜ、この YouTube チャンネルがここまで長期的にずーっと継続できているのか。それはですね、この YouTube チャンネルを始める前に、僕にとってすごく衝撃的なことがあったからです。僕はですね、昔から自分の瞬発力には自信があります。何をするにしても一瞬で自分のやる気モードにスイッチを入れて、ガーッ
ってね、何かに打ち込むこと、そしてある程度の結果を残すことって結構得意なんですよ。YouTube を始める前、僕は Twitter で発信力を伸ばそうとしていたんですが、その Twitter にしても、ある時期連続で絵を投稿していって、数ヶ月で5万人ぐらいフォロワーを増やすことができて、ちょっとね、得意になっていた時期があったんですよ。へへん、どうだ、こんなに勢いよく成長できるやつってそうはいないだろう。なんてね、ちょっと調子に乗って自慢げだったんですよね。そんな中、同じ時期に Twitter をやっていた Y さんというイラストレーターさんがいます。その頃、Y さんはフォロワー1000人ぐらい。Y さんは愚直で不器用なタイプで、ガンってね、一気に話題になるような作品を作るような人ではなかったんですが、マイペースに着実に自分の作品を発表し続ける、そんなイラストレーターさんでした。僕はその頃結構有頂天になってますから、そんな Y さんを見てね、Y さんもっと受けるような作品を短期間でもうガーッと描けばいいのに、そしたらもっと効率的に伸びていくんじゃないのかななんてね、今考えるとめちゃめちゃおせっかいなんですけど、そんな風に内心思っていました。受けを全く狙わない。しかもマイペースでゆっくりな投稿をし続ける Y さんを見て、ちょっとね、歯がゆく思っていたんです。それに僕から見たら、いいね数もリツイートの数もあんまり伸びていないような印象だったんですね。ところが、1年して、その Y さんのツイッターを見てもびっくりしました。作品のレベルがめちゃめちゃ上がっていて、しかもフォロワー5万人達成していたんですよ。いいねの数もね、作品によってはもう10万いいね以上。僕その当時10万いいねって取ったことなかったので、その Y さんの大躍進を見て正直ね、焦りまくりました。Y さん何やったの？なんか、特別なことした？もう内心で何があったのか焦りつつ、Y さんの投稿している絵、遡って見てみると、特別なことはね、もう全然してないんです。高頻度ではないんですが、ずーっとマイペースにクオリティの高い作品をもうゆっくり、でも着実にアップし続けていたんですよ。僕はね、もう短期間に受けのいい作品をガーッと集中して投稿することが効果的だと思い込んでましたから、結構無理して高頻度での投稿を心がけていました。結果的に成果をある程度残せたものの、正直ね、息切れしてしまっていた部分も大きかったんです。でも、Y さんはというと、ゆっくりマイペースで、でもね、その度に何か新しいことにチャレンジしつつ、着実にクオリティを上げて、そして何よりも楽しみながら作品を投稿していたのが印象的だったんです。僕はそれを見て、うわー、しまったって雷に打たれたような衝撃があったんです。僕は短期間に成長することだけに集中しすぎて、こんな風に自分のペースで楽しんで成長していくことを忘れていたかもしれない。短期間で成長することは確かにその時は効果を感じやすいかもしれないけど、こんな風にじっくりと成長することもできたんだ。何よりも無理していない分長続きするし、それに何よりも楽しそう。マイペースに長く続ける人が一番成長できるんだ。この時 Y さんの姿を通して教えられたような気がしたんです。それ以来僕はマイペースっていうことを強く意識するようになりました。あまり焦りすぎても疲れてね、立ち止まってしまう時間が増えてしまったら、それって成長にはね、あまりつながりませんよね。それよりも自分のペースでゆっくりでもいいから進んでいった方が楽しんで継続でき、着実に無理せず自分の成長につなげられます。YouTube の活動を通して僕が成長している姿を皆さんにお届けできているとすれば、それはこの経験があったからだと思います。Y さん、ありがとうございます。絵を単なる作業と捉えずに、新しい絵を描く際には、そこに何か一つ新しいチャレンジ要素、ゲーム性を見出して楽しんで絵を描く人。自分のできていなさに向き合うとどうしてもそれをマイナスに捉えがちですが、今自分ができていないことっていうのは、それはつまりこれからできるようになることがたくさんあるということ。そんな自分にくよくよするのではなくて、逆にその伸びしろにワクワクできる人。そして何よりも焦りすぎずに楽しんで活動を継続できる人。これが絵が上手くなる人の特徴だと僕は思います。今日紹介した3つのことはですね、レベルが高い技術的な問題解決とは違って、誰しもが最初はできていたかもしれない。すごく基本的なことだと思います。でも、いつの間にかね、絵を描くのに一生懸命になるのに従って忘れてしまっているようなことだったりもしますよね。最近成長できてないなぁなんて少し悲観的になってしまっている人は、何か忘れてしまっていることは
はないでしょうか。もしそんな人がいたらですね、この動画をそれを取り戻すためのきっかけにしていただけたら嬉しいです。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回は絵が上手くなる人の特徴を紹介しましたが、もっと技術的な面で上手くなれる描き方ってないのって思った人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、ついやっちゃう失敗と解決法5選がおすすめです。絵のクオリティが低く見えてしまう失敗例、それを簡単に解決するための方法を5つ紹介しています。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。